私離婚してるので、もう10年前に離婚してるので、ここって築何年ぐらいなの？確か、40年弱だと思います。そうよね。お父さんも子供たちも、のびのびと暮らしやすく、片付けやすく、散らかりづらい空間を作れるように頑張りましょう。はい、お願いします。はい。こんにちは。はーい。どうも。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。はい、ということで、はい。お邪魔してもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。あら、綺麗にしてるじゃないですか。入り口だけ。入り口かだけね。ここやっぱ、宅急便とか何でも映るんで。なるほどね。はい。この棚の上はね、どうしてもちょい置きしがちなところですけど、美しくしてるけど、爪が甘いから、このところが汚いというね。出た。姑純子がね。でもなんか、床はちゃんとお掃除してるみたいな感じじゃないですか。掃除機は比較的かけますが、ほこりがすごい立ちやすいような気がします。まあ、普通生きていればほこりが立つんでね。じゃあ早速、入らせていただきたいと思います。はい。あら、なんかこういう収納を買ったりとか。片付けるつもりの半年間ぐらい。半年ここに置いてあるの？そう、ぐらいあると思います。そうなんだ。どうした？忙しい感じ？ママは。なかなかちょっと時間はない方だとは思います。ない方。なるほどね。ママだよね。ママです。なんか若くない？若くないです。若くないんだ。アラフォーです、全然。アラフォーなのね。アラフォーでお子さんが中2と小6。中2と小6ね。またね、いい年頃というかね、多感というかね。中2が男の子？両方男です。上も男の子2人。なんか男の子のお母さんって感じがする。私もそうなんだけどさ、2人男でも、あれでしょ？ママ大好きなんでしょ、みんな。もう大好きです、大好きです。ねえ。べったりです。でもね、みんなね、変わるのよ。今日はお悩みがあって、一応呼ばれてますよね。はい、来てます。はい。片付いてんじゃないですか。なんていうんですか、こういうのですね。こういうのですね。はい。何ですか、これ。とりあえずまとめましたよっていう。とりあえずまとめましたよ。中身は大体なんだろう、子供たちが学校でもらってくるプリントとか、ちょっとした作品とかを、子供がとにかくこのように出すんですよ。なるほどね。っていうかね、玄関から入ってきて一番最初にキッチンだからね。どうしてもここは置きやすい場所になっちゃってるわよね。あとそう、ここでお勉強もしてるんです。なるほど。だからやっぱリュックを開けるから、その時に出す。置きっぱなしにする。ご飯食べようと時に散らかってて邪魔です。一旦しまいます。で、それがこの家のしまう場所っていうのがそのスーパーの袋ってことですね。なんかこれはおじいちゃんがいつも絶対入れるんですよ。この家おじいちゃんがいるの？私のお父さんですね。ちょっと待って。家族構成は？私離婚してるので、もう10年前に離婚してるので、随分明るい言い方しますね。そう、ハッピー離婚なんで。ハッピー離婚。多分。なるほどね。離婚にハッピーがあるんですね。そう、あります。はい。それはよかった。じゃあハッピーに離婚をされて、で、10年ぐらいもうシングルなんですけど、仕事との両立とかの兼ね合いで、ちょっと私一人じゃどうしても厳しくて、それで実家から最初両親ともに来てくれてたんですけど、実家が母親のお母さん、おじいちゃんも一緒に住んでるお家で、ちょっと何年か前におじいちゃんは亡くなったんですけど、まだおばあちゃん元気でいて、とはいえやっぱ足腰とかやっぱり弱かったら、で田舎なんで一人っていうのはちょっと心配だからっていうので、でお母さんが帰った。じゃあお母さんは住んでて、お父さんはここに住んでる。そうだからなんか夫婦なんですけど別居してる感じになって。でそこは別に仲悪いわけじゃないんだけど、私のせいでそう生き別れ状態みたいな。そういう状態です。なんかすごいいろんな事情があるわにはあなた明るいわね。明るいんですか？明るいわね。だってで10年間シングルなんでしょ？そうです。でも彼氏はいるんでしょ？いないです。いないの？いないです。じゃあちょっと違う方向の悩み相談になっちゃったんですけど、戻しましょう。そう。で、一旦とりあえず、で、最初ここに収まってるんですけど、ここでご飯食べるんで絶対また
これが1個2個って増えてくるとそうね。邪魔になるので、それがこっちに移動するんですよ。はい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 。これね。はい。ことはれね。はい。これちょっとなんかすごくないですか？なかなかですよね。なんかね。あ、ごめんね。私初めて見たけど。ここ何？誰か寝てんのね。そう、ここお父さんが寝てます。お父さんが寝る部屋です。ここはお父さんの寝室なの？そうなんです。なんか今寝室、夜は寝室になります。いや、そうよね。はい。今よね。そうです。部屋の中にお父さんが寝てるのよね。そうなんです。なんかね、お父さんピアノの下で寝るんだね。ピアノ一応ここですよ。ここで弾いてますよ。弾いて、しまうのだけ、そこにお父さんが畳んで入れてます。そういうことなんです。いつもはここで寝るんだけど、そうですそうです。なんとなくここにくぼみがあるからピアノの下にちょっとでも邪魔にならないかなっていう。ちゃんとされてるお父さんなのね。そうね、ここ収納ないもんね、この部屋。この部屋はそうなんですよ。全くないので。なるほどね。で、ちょっと仕組みも弱いもんね。だってなんでったってほら、収納の前に物置かれちゃうタイプでしょ、だって。これは何？ここは。これは子供たちのおもちゃと本を置いてたんですけど、子供たちがちょっと大きくなっていらなくなったおもちゃを出したんですよ。ただ本は残っていて、でその前に子供の習い事のものが基本的に次男ですね、が物を置いてます。なるほど。はい。何習ってんの？水泳とアメフト。アメフトやってんの？はい。小学校6年生で？へえ、すごいアクティブな子なのね。アクティブです。で、お兄ちゃんはそうでもないんだ。お兄ちゃんは割とおっとりしておっとりなのね。だからそこはちょっと兄弟で違うのね。違いますね。ちょっとだから入りきれてないものが溢れちゃってる感じはするよね。そう。収納ないから。そうこの場所に。ちょっと待って。はい。ダイニングキッチンと、とりあえず隣にある居間で、部屋これだけなの？いや、あと、ダイニングと隣に、だから 3DK なので。3DK。はい。見て大丈夫？大丈夫です。もう。はい。ぜひ。もう見ていただきたい。ここで解決しろと言われてもですね。ちょっとどうしようかな。そうで、ちょっとこっちが。あら。はい、普段。はい。要は、子供たちと私が寝てる部屋。なるほど。ここが寝室ね。そうです。で、またこういう状態。これね。だから結局なんか部屋の中に仕組み作っちゃって、そこがなんか雑然としちゃってる感じなのかしら。ね。そうです。ここは何の場所なの？何のものの場所なの？ここは基本的に子供のものがあります。はい。タンスはもう子供の服。で、子供の制服だったり、あと、なんかアメフトの時に着るちょっとジャンバーだったりとかっていうものが。なるほどね。あるんですが、ここもなんか学校のものと習い物のものと、なんか洗濯とかして、すぐにプールだったらプールのバッグにしまえばいいんですけど、しまわないでああいう風に置くんですよね、子供たちが。で、それ私も直さないでいて。私もだからザックバランな性格なわけでしょ？そう。全員ザックバランなザックバランだし、片付け基本嫌いだし。だからなんならこの家のお父さん、あなたのお父さんぐらいがちょっとちゃんとしてる人なのかしらみたいな。そう、ちゃんと多分しようと思ったら多分できるんですけど、お父さんとしてはやっぱ私にさせたいから。なるほどね。でもどうなの？フルタイムで働かれててって感じなの？フルタイムですね。で、結構残業もしちゃってるんで。お父さんに任せて結構遅くなっちゃったりするんだ。そうですね。ご飯だけをなるべく作っていくんですけど、食べさせてもらうのはもうお父さんとかですね。すごいバイタリティがあるんだね。なんか、そうせざるを得ない状態。そうよね。2人育てるってそういうことだもんね。応援したいですけどね。ただどうなの？そこが唯一の収納みたいな感じなの？なんか全部なんかしまわれちゃってるけど、全然出ないじゃん、これじゃ。もう母は次いつ来るかわかんない状態。これお母さんの。そうです。待ってよ。なんでさ、いない人のものはこんなゴールデンに入っててさ、いつもいる人間のはこんな表に出しっぱなしなのおかしいでしょ、これ。いや、なんか、出し入れするから出てた方がいいのかなと思って。そんなこと言ったら全部出しっぱなしになっちゃうんでしょいや、わかりますよ。出し入れしやすいのはね、1秒で取れるのはいいって私も言ってますけれども、ただね、言うてもね、そんなに広い家じゃないし。そうですね。それは自覚してますよね。自覚しております。なのになんか収納増やしてばかりいませんって感じ。増やして。だからこ
本来あるべき収納がこんなに動いてないのに、しかも押し入れ、ね、1.5 個分あんだよ、この家。はいはいはい。だからこっちがどうなってるかわかんないけどさ、見ていい？はいはい。ここは、なんでしょうね。だから。ね、意外とスカスカじゃないですか。そうなんです。片付け途中でもあるっちゃあるんですけど、ここそう上はもう父と母のもの。どんだけお父さんとお母さん大事なのよ。だってお父さんとお母さんのこれ帰り自宅みたいな感じになっちゃってるじゃない。でも一応そのままなんでしょうね。元はちょっともう一個向こうに部屋があって、そこの部屋にも押し入れがもう一個あるんです。でもう一個の部屋は、見せますけど、お見せするんですけど。そんなやばいの？はい。こんな4人も住んでて3つしか部屋ないのに1つやばいって、やばいよね。やばいですよね。子供収納こんなすっからかんなのに。はい。です。とりあえず、ここの収納ちょっともうちょっと見せてよ。こっちの奥とか。もう変わんないのね。こののれんはなんかあれなの？あれね、あなたね、結構私の前にいるから結構映っちゃうのよ。いやー、でもあれだね。わかった。出しっぱなしの方がさ、それこそさ、ね、出し入れしやすいって言ってるぐらいだったら、よっぽどこの襖取っちゃったここ収納入れしちゃった方が、全然出し入れしやすいし、たくさん入るし、もうなんかどこもかしこも壁だらけって、なんでこの壁の前にこののれんがかかってんのこの家、おかしくない？これは長男が作ったのれんなんですよ。いや、別に長男が作るのはいいけど、のれんかけるんだったら、この、なんていうの、入り口とかさ、いや、可愛いからいいけどさ、収納ちゃんと活かしましょうよ。せっかくこんないいところあるんだし。もうそれだけで私もう隣の部屋なんて見なくてもいいわよ。隣の部屋の方がもうちょっと活用しきれてない押し入れ。じゃあ見ていい？はい。いやでもあれですよママ。意外とそうどうにかなりますよ、ね。本当ですか？ありますよね。こっちからやる？そっちからです。ありますね。なんか秘密基地ですよね。秘密基地っていうか、なんかほら見てこんなに暗いからもう私の画面に映らないわって感じ。電気つけないとそうですよね。電気つけないとって感じね。そう紐でつけるしかないんですよ。今紐でつける。うわすごいね。はい。ちょっとなんかね令和だとは思えない雰囲気。そっちはもう誰も入れたことないです。誰も入れたことない。はい。であれなのね。こっちに寄せてるのね。ママも。そうですね。なんかね、もうママあれよ。子供がダイニングテーブルの上にプリント置くぐらいでガチャガチャ言わないでって感じ。もうよっぽどここどうにかしなさいって話ですから。で、子供はここを秘密基地って呼んで、たまに入るの？最近でももう入らなくなりました。まあね、ちょっと陰の気が強すぎるわよね。なんかほんとこれでサムネを作ったら結構バズりそう。っていうぐらいなんか週末ビフォーアフターに今までなかった絵だね。でもなんかワークしてる感じするじゃないですかここで。ワークはそれはテレビなの？テレビなんですよ。ここで何？お母さんテレビ見てるの？いや私は見ないです。父親か子供がテレビの番組かぶった時になんか見てるみたいです。いやーちょっとこの中で見るのはなんか出てきそうな気がして怖いわみたいな。でもなんかさママのさクローゼットみたいに見えるんだけど。そうしたかったんです。そういうことね。はい。私洋服大好きなんだ。一時期はでも最近私は和服に目覚めまして。なんかここにある。はい。和服着てどうするの？普段着代わり。そういうのを着て生活するんだったらもうちょっとこう片付けてからやった方がいいんじゃそうないですか？そうなんです。だからちょっとなんか順番を間違えてしまって。本当だよね。だってここあるじゃん押し入れ。でそこが時間がある時にガッてこう自分の中で片付けて、これそういうこと？どうしていいか分かんないものを一旦そこにまとめたんですよ。こっちに？はい。なんでこっちにまとめんのよ。でなんかそしたらなんかやる気がそこからもう途絶えてしまったので。なるほどね。もうなんかどんどんなんかこうどうしていいか分かんないものがたまる場所になっちゃった。なんかすごいさ、明るくてさ、なんか元気でさ、私2
人の子供シングルで育てて元気いっぱいですみたいな割には闇が結構深い。かもしれない。なんかあれなんですよ、仕事が結構ストレスになってて待って、だからこれ YouTube だって言ってんじゃねえかよいやちょっと夜帰ってくるのそんなに早くないんで。そんなに大変なの？早いと8時ぐらいには帰ってくるんですけど、遅いともう全然12時とか全然普通にあって、まあでもそういうね仕事が忙しい、でももうそれが食いぶちだからね。そうなんですそうなんです。やっぱりやるしかないよね。逆にストレスでしょだって。そうなんです。だからなんか疲れて帰ってきてこの家なんで余計になんかこうイライラしちゃうっていうか。そうよね。お父さんはここなかったことにしてもう見て見ぬふりなわけでしょ。でもその白いタンスはお父さんの服なんですよ。これ？はい。じゃあここ毎日入ってくんだ。毎日入ってます。後ろにお風呂のタオルとかもあるから子供たちも毎日入りはします。すごいね。みんなこれがもう当たり前の光景になってしまってるってことね。はい、そうですね。慣れちゃってますね。なるほどね。いやわかりました。じゃあちょっと作戦会議しましょうか。はい。あ、でもなんかあれね、ちゃんとお風呂と洗面とか。はい。ここって築何年ぐらいなの？確か、40年弱だと思います。そうよね。なんか年代を感じるわ。もう多分。じゃあね、まあ一通り見せていただきましたが、問題はいろいろありましたけれども、ママ的にはこの家をどう使いたいのっていうのがちょっと見えなかったんで、そこのところをお伝えしていただきたいかな。本当は理想はちょっとなんていうんですか、和風な雰囲気の落ち着く感じにしたいんですよ。和風？でも和風はまあいいとして。いや和風よ。ものすごい和風。この家自体はね。でも置いてあるもの全然和風じゃないからね。伝統工芸のものが好きなんで。伝統工芸が好きな割にはプラスチックとか結構多いよね。その辺もちょっとなんか統一感を持たせたいんですよね。統一、もうさ、すごいいきなりこっち行っちゃうのね。なんかどこの部屋をどう使いたいとかっていうことよりも、こんな部屋にしたいっていう、それはある程度方向性が決まって、片付いてからじゃないと、そっちからいつも考えちゃうから。もうあの部屋がさ、もう脳裏に焼き付いてて伝統工芸って言われても嘘つけってなるでしょ。なるほど、そっちからいつも考えちゃうから自分で片付けるのもあれなんですかね。そうかもしれない、ね。そちらかっちゃうのかもしれないですね。私まさか伝統工芸なんて言われると思わなかったの。なんかもうね、一つの部屋を片付けて子供の部屋にしたいとか、ね、パパがね、どうしてもリビングで寝てるってなると、ちょっとね、いつも布団が出てるのはどうなのとか、いう話かなと思ったんだけど。なるほど。それであれば、こっちの部屋を、できれば、ちょっと仕事ができるようになったら。お前の話かい。でも部屋を、本当はこっちの部屋に服全部まとめでもいいかなと思ってたんですよ。私だけじゃなくて子供たちの。でこっちがもうクローゼットみたいな、部屋がもうまるまるクローゼットみたいな感じなるほどにした方が、服は一旦片付いて綺麗になるのかなって。まあ変な話、3つある部屋のうち2つがクローゼットみたいになっちゃってるから、それを1つの場所に家族のファミリークローゼットって、もうそもそもお父さんのと私のはあるわけだから、それに、子供たちのドッキングさせて、寝室は寝室なりに、でリビングはリビングなりにして、できたらそこに私のワークスペースが欲しいってことでしょ。そうですね。要するにこれをどうにかしたいってことでしょ。そうやっぱ夜とかに、ここでテレビ見てる人の横で仕事じゃなくてってちょっと分けれたら理想だなって。まあただできないわけではないので、まあね、理想ではあるんですけど、まあただなんとなく一体感があるのはいいけれども、私もちょっと落ち着きたいっていうかね、ちょっとモードをね切り替えるためにも、だってあなたね、子供のものはここに出しっぱなしっていう割にはあなたのものも出てますからね。こういったものも食卓に常にあるわけじゃなく、ちゃんとしかるべし場所にあって、そこはもう私のスペースっていうことで、まあなるべくこの上をね、だってさ、
子供にはギャンギャン言ってさ、自分のものを置きっぱなしにしたってあなたご飯作るときこれどうすんのよって話だしさ、でそういったところをねなるべくなくして、やっぱり子供は子供で順応性があるので、置く場所がねいろんなところにあるから置いちゃってるだけの話で、変な話一箇所にまとめれば、もう帰ってきたらここに持ってきてねっていうふうにするだけでもなんか他の部屋は片付くかなって思うから、特に難しいことはないですね。こっちの部屋が鍵って感じですか？まあ、全部鍵ですけどね。だってそこだって動いてないですしね。順序で言うと、やっぱそこはそこで、なんか布団があげられたらいいよねって話だし、お父さんもそこまできちんとされるんだったら、やっぱり起きたらそこに布団があげられたら、リビングに常にお布団がね、貸しっぱなしの状態っていうのは、別にそれベストではないと思うので、そういう形でやっぱりある程度動く押し入れになって、で、あっちがバックヤード的な、この家の支度部屋的な雰囲気を作りつつ、まあ私はどっちかって言ったらね、このパソコン1台置ければね、いいわけじゃないですか。なるほど。いやもう、週末ビフォーアフター始まって以来のシングルマザー応援企画なので、やっぱりそこは応援したいですし、全然どうにでもなります。ああ、嬉しいです。なんとなくあれだよね。キッチンは自分なりにご飯はよく作るのね。ご飯は基本作ります。ね。だからそこはある程度なんか自分でコントロールできてそうなので、キッチンは今回やりませんけど、それ以外の、3つの部屋、まあ一気に動かして、お父さんも子供たちものびのびと暮らしやすく、片付けやすく、散らかりづらい空間を作れるように頑張りましょう。はい、お願いします。はい。押し入れにあったものをとりあえず一回出してみたんだけど、どうこの量見て。お部屋丸々一部屋埋まってますね。すごいよね。もっと欲しい。